のささやきの朗読や思い出すだけで耳の奥がじんと重くなる。あの夜店の洗車機で起きたことはただの見間違いでは済まなかった。仕事が終わり閉店作業をしていた頃だ。店の裏にある自動洗車機が急にウィーンと起動する音を立てた。電源は切ってあるはずだった。しかも洗車用のゲートがゆっくりと上がり、真っ暗な内部が口を開けたように見えた。最初は機械の誤作動だと思った。だけど次の瞬間、洗車機の中からパシャッと水の弾ける音が聞こえた。誰かが入っているみたいだった。俺は恐る恐る近づき、入り口の横にある手動停止ボタンを押そうとした時だ。内部の照明がふっとつき、白い光が奥を照らした。そこで見えた。ブラシの影に人影が立っていた。こちらに背を向けて首を少し傾けた姿勢。シャワーの水を浴びながら全く動かない。俺は息を飲んだ。閉店後に敷地に入れる人間なんていない。鍵は俺が閉めている。誰だ？声は出たのに喉の奥がしびれたように震えていた。返事はない。ただ人影は洗車機の奥に立ったまま少しも揺れなかった。もし客なら止めないといけない。そう思って一歩踏み出した瞬間、内部のブラシがゆっくりと回り始めた。ゴー、ゴーっと鈍い音。人影の周りをなぞるようにブラシが回っても、その影は倒れなかった。体を支える素振りすらしない。あまりに不自然だった。照明が再び明滅した。その一瞬、影の頭がゆっくりこちらへ向いた気がした。心臓が跳ね足が止まった。明かりが戻ると、影の姿がわずかに手前へ移動していた。まるで一つ分だけ近くに寄ってきたかのように。奥に立っているはずの影の足元から水が手前の床へゆっくりと流れ出している。その水が影の形を縁取るみたいに濃く伸びてくる。このまま近づいたらまずい。そう思った瞬間、洗車機のゲートが突然ガシャンと閉まった。視界が途切れ、影の姿は見えなくなった。だが、ゲートの向こうで続いていた音だけが恐怖を倍増させた。中で水が跳ねる音、ブラシが濡れた布を叩く音、そして、カン、カン、カン。ゲートの裏側を指の関節で軽く叩くような音。まるで中にいる誰かが外へ出ようとしているみたいに。ゲートの裏側を叩くカン、カンという音は一定の間隔で続いていた。金属越しに伝わるその振動が足元までじわじわ響いてくる。俺は迷った。開けるべきか、閉じたままにすべきか。ただあの影が人ではないとうすうす感じていた。もし本当に客だったなら、叩く力はもっと強いはずだ。あんな乾いた軽い音ではない。店内に誰もいない閉店後、洗車機の中に勝手に入る理由なんてない。それに影の異様な動かなさ。水の中でも倒れない姿勢。どれも人間のそれとは違っていた。覚悟を決めてゲートの横の操作盤を見ると、非常停止ランプだけが赤く点滅していた。通常なら、ランプがついた時点で内部は停止しているはずだ。だが、中からはまだブラシの回転音が聞こえる。何かがおかしい。停止ボタンを押した瞬間、内部の音がピタリと止まった。叩く音も消え、洗車機の中は急に静まり返る。
数秒だけ沈黙が続き、その後ゲートの下の隙間から冷たい水がスッと流れ出してきた。ただの排水ではない。温度が異様に低い。さっき見た影の足元が形になっていた水と同じだ。嫌な予感のまま、俺はしゃがんで覗き込んだ。ゲートの向こう、そこに黒い影が真下からこちらを見ていた。ただの影ではない。水に濡れた紙の塊が床に張り付き、その隙間から覗くように黒い穴のような顔の位置があった。俺は反射的に後ずさった。ゲートの隙間から影が少しだけ動き、濡れた手の形をした水の跡が床に広がった。怖くなり、近くの道具棚にあった懐中電灯を掴んだ。明かりをゲートの下へ向けて再び照らした。だがそこにはもう影はなかった。水だけがゆっくりと奥へ引いていく。心臓の鼓動が耳の中で爆音のように響いた。それでもこのまま放置するわけにはいかない。他に誰が残っているわけでもないし、確認しないと気が済まなかった。ライトを握りしめ、操作盤の手動開放を押した。ゲートがゆっくりと上がり、洗車機の内部があらわになった。ブラシは停止したまま、シャワーのノズルからは水滴が落ち続け、床に波紋を作っている。しかし影はいない。本当に見間違いだったのか？そう思って一歩踏み込んだ瞬間、背後でゲートがガシャンと大きな音を立ててしまった。反射的に振り返ると、閉じたゲートの反射に自分の背中とは別のシルエットが立っていた。しかも、それはゆっくりと俺の頭の方へ顔を寄せてきていた。ゲートに映ったもう一つの影は、俺の背後に張り付くように立っていた。顔は映らない。ただ水気を帯びた黒い輪郭だけが、俺の肩の横で揺れていた。息が止まりそうになった。振り返りたいのに足が固まって動かない。ゲートの向こう側には誰もいない。なのに反射の中だけに影がいる。影はゆっくりと首を傾けた。無音のままこちらを覗き込むように角度を変えていく。ゲートの反射には影の輪郭が強く映るのに、振り返っても実態は見えなかった。いるのにいない。その理解がじわじわと頭に広がり、背筋の奥まで冷えていく。逃げ出そうと後ろへ下がった瞬間、影も反射の中で全く同じ動きをした。俺が一歩下がれば影も一歩前に寄ってくる。明らかに俺に合わせて動いている。その時、洗車機の天井でノズルがカチリと音を立てた。自動で動くはずのない装置が勝手に角度を変えていたんだ。次の瞬間、冷水のシャワーが頭上から勢いよく落ちてきた。目を開けられないほど強い水圧。声を出そうとしても、口の中まで冷水が流れ込んで息が吸えなかった。必死に顔を上げたとき、ゲートの反射の中の影が変わっていた。輪郭が俺のすぐ後ろに張り付く。肩に重いものを置かれたような感覚が走る。誰かが水を浴びながら真後ろで顔を寄せている。反射の中で影の頭が俺の首元に触れた。ぞわりとした冷たい感触。息が止まった。影はそこで止まらず、さらに首を傾け、俺の耳元へゆっくりと顔を寄せてきた。水の音しか聞こえないのに、口を開ける動きだけがはっきりと見えた。その瞬間、背後でカンと軽い金属音。洗車機の最奥から聞こえたその音に合わせるように、影が一気に俺の肩へ覆いかぶさるように密着してきた。恐怖で足が崩れそうになりながら、俺は反射の中で影の形を必死に追った。その影は、もう俺の後ろには立っていなかった。
輪郭が溶けるように俺の体へ沈み込み、背中の中心から黒い水滴が静かに落ちていく。自分の体温が奪われていく感覚だけが鮮明だった。ようやくシャワーが止まり、ゲートが自動で開いた。その瞬間、影の感触もスッと消えた。だが洗車機から出たとき、足元の水たまりに別の足跡が並んでいた。俺の靴とは違う裸足の足跡が。どこにもいないくせに、確かに洗車機から一緒に出てきた足跡だった。最初にその掲示板を知ったのは、同僚の佐伯が突然会社を休み始めた頃だった。原因は家庭の事情とだけ伝えられ、誰も詳しいことは聞けなかった。だが佐伯と仲の良かった俺だけは、少し前に彼が漏らした悩みを知っていた。嫁の浮気を疑っている。証拠がないから何もできない。心がだんだん削れていく。深夜 LINE でそんな言葉を送ってきては、すぐに取り消すような状態だった。ある日彼が変な掲示板を見つけたと言い、リンクを送ってきた。名前はジュネガイ掲示板。薄暗い画面に誰かの手書きのような文字で、願いを記すと相応の形で帰りますとだけ書かれていた。怪しさしかない。だが佐伯は本気にしていた。この掲示板に願いを書いたら、嫁が急におとなしくなった。と興奮気味に話していた。それを聞いてゾッとしたというより、ただ胸騒ぎがしたんだ。それから数日後、佐伯の休みが続き、心配になって夜勤帰りに彼のアパートを訪ねた。インターホンを押しても反応がない。暗い廊下の奥、佐伯の部屋の前だけ、なぜか空気がひどく冷たかった。ドアの隙間から細い光が漏れ、廊下の床下に薄く伸びていた。鍵はかかっていない。そっと押し開けると、部屋の中は静まり返っていた。佐伯の姿はない。ただ机の上にノートパソコンが開かれ、モニターの光だけが淡く光を照らしていた。画面には例のジュネガイ掲示板。最新の書き込み欄には震えたような文字でこう入力されていた。全部終わらせたい。それを見た瞬間、背中がヒヤリとした。嫌な空気が部屋に溜まっている。画面をスクロールすると、過去ログのいくつかが赤黒く塗りつぶされており、文字がほとんど読めなかった。ただ、一番上の書き込みだけははっきりと残っていた。願いの代償は書き手の家に現れます。スクロールを止めた瞬間、アパートの奥の部屋からかすかな物音がした。布を引きずるような乾いた何かが床をする音。呼吸が止まる。佐伯がいるのかと思って声をかけようとしたが、喉がうまく動かなかった。再びモニターに目を向けると、掲示板に新しい行が勝手に入力され始めた。誰も触っていないのに、文字が一行ずつ浮かぶように打たれていく。願いは叶いました。代償を受け取ってください。その直後、奥の暗闇からゆっくりと足音ではない何かがこちらに近づいてきていた。奥の部屋は照明が落ちていた。入り口の境目で空気がひっそりと揺れ、冷気だけがじわりとにじみ出してくる。足音ではない。板の間を何か柔らかいものが這うように擦れる音が少しずつ距離を詰めてくる。佐伯を呼ぶべきか迷ったが、喉から出てきた声は自分でも驚くほど弱々しかった。佐伯？返事はない。ただ暗闇の奥で
動きだけが止まった。その瞬間パソコンの画面が急に強く明滅した。掲示板の背景が黒く塗りつぶされ、赤い文字が勝手にスクロールし始める。叶えた願い、裏切りの収束。書き手、佐伯。代償、家族より1名。意味がわからなかった。いや、理解したくなかった。背中に汗がにじむ。部屋の奥の闇で止まっていたそれが、再びこちらへ向かって動き始めた。する音が床板をくぐもった低さで撫でる。明らかに人の歩く音ではない。布か紙か何か長いものが引きずられている気配。恐怖より先に佐伯を探さなければという焦りが胸をついた。奥の部屋へ足を踏み出すと異様な匂いが鼻を刺した。湿った土のような古い布団の奥に溜まった埃のような匂いが静かに漂っている。薄暗い寝室には誰もいなかった。ただ窓際の床に細い線のような跡が走っていた。まるで何かが重さをかけて這いずった跡のように一直線にリビングの方へと伸びている。そこから目をそらした瞬間、背後でパキッと木が割れる音がした。驚いて振り向くと、寝室の壁にかかっている鏡が揺れていた。鏡面には誰も映っていない。だが鏡の端にだけに黒い指のような影がひっそりと触れていた。ぞっとして後ずさる。鏡から手を離すように、その影はスーッと消えた。だが直後、リビングからパソコンのキーボードが叩かれる音が響いた。誰も触れていないはずの入力欄に、新たな文章が強制的に打ち込まれていく。家族は受け取られました。書き手の次の代償は、尋ねた者が負います。背筋が冷たくなった。尋ねた者、それは俺のことだ。逃げようと玄関へ向かおうとした瞬間、廊下の電気が一斉に消えた。真っ暗な中、乾いた擦れる音だけがゆっくりとこちらへまっすぐ向かってくる。廊下に落ちた暗闇の中で擦れる音だけが規則的に近づいてくる。生き物ではない、人の足でもない、重さと湿り気を含んだ何かが床を引きずりながら前へ進む気配。玄関にたどり着くまでの距離はほんの数メートル。だが暗闇の圧を割って進むにはあまりにも遠く感じた。手探りで壁をなぞり、鍵を開けようとしたその瞬間、背後で音が止まった。ぴたりと空気が固まる。耳の奥で心臓の鼓動だけが揺れ、後ろを見てはいけないと直感が叫んだ。だが見なくても分かってしまう。それは廊下の中央でこちらをじっと見ている。鍵を回そうとした。だが指が震えて金属がカチリと鳴るだけでかからない。もう一度息を整えて回した瞬間、背後の暗闇がわずかに揺れた。擦れる音がまた一つ近づいた。その直後、リビングの方からパソコンの通知音が響いた。暗闇の向こう、画面の光だけが赤く揺れているのが見える。表示されたのは掲示板からの新しい書き込みだ。訪問者の願いを受理しました。願い？そんなもの書いた覚えはない。しかし次の行を見た瞬間、息が止まった。佐伯を見つけたいという心の声を代行します。違う、そんなつもりじゃない。ただ安否を知りたかっただけだ。代行なんて望んでいない。だが掲示板は淡々と結果を告げていく。叶えました。佐伯はここにいます。そしてリビングからゆっくりと誰かの影が現れた。
照明が落ちているせいで輪郭だけが浮かび上がり、その背は不自然に折れ曲がっている。髪が床をすり、長い布のように引きずられていた。かろうじて佐伯という形をとっているだけで、もはや別物だった。顔は見えない。ただこちらへ向かって伸びる腕だけがやけに細く長い。肩の高さより低いところで折れたまま揺れている。振り向くな、逃げろ。そう思うのに膝が震えて動かない。鍵だけは回した。ドアが半分開いた瞬間、背後のそれが小さく鳴いた。呼吸のような、濡れた声のような湿った音だった。そして玄関の足元に知らない書き込みが表示されたスマホが落ちているのに気づいた。次の代償は見つけたもの。その文字を見たとき、すでに背中の後ろで布をする音が止まっていた。ドアを開け放ったまま外へ飛び出したが、廊下の奥からゆっくりとこちらへ伸びる影だけがついてきていた。振り返ると終わると知っていた。だから今もあの日からずっと振り返ってはいない。ただ俺のアパートの廊下にもあの細い布の跡がある朝からまっすぐ続いている。見つけたものはまだ回収されていないらしい。あの夜の静けさは今でも耳の奥に張り付いている。車で林道に入った瞬間から何かがおかしかった。思い出すだけで背中がじわっと汗ばむ。その林道は地元じゃ夜は絶対に通るな、そう言われている場所だった。理由を聞いても誰も詳しく教えてくれない。ただ遠回りになっても避けるほどの道。俺たちはそれを逆に面白がってしまった。少し休んだら戻ろうぜ。そう言って車を止めたのが間違いだった。エンジンを切った瞬間、空気が変わった。音が全部消えたんだ。風も、虫も、枝の擦れる音も。耳の奥が詰まるみたいな、妙に重い静けさだけが残った。林道の両側は杉の枝が屋根みたいに覆いかぶさっていた。空が細い線でしか見えない。暗闇が車の表面をぬめるようにまとわりついてくる。そこで友人が、ちょっとトイレ行ってくる、と外へ出た。懐中電灯を手に砂利を踏む音を立てながら進んでいく。パキッ、パキッと枝を踏むあの軽い音が暗闇に吸い込まれていく。俺はその音を聞きながらなんとなく嫌な予感を覚えていた。けれど戻るはずだと思っていた。数分後には。だが音は途中で急に止まった。懐中電灯の光もそれっきり見えない。俺は気になって窓を少し開けて声をかけてみた。おーい、どうした？返事はない。友人の気配ごと音が消えていたんだ。沈黙の中、耳を澄ませた時だった。林道の奥、さっき友人が向かった方向とはまるで別の場所から、ザリッ、ザッと地面を引きずるような足音がゆっくりとこっちへ向かってきた。その足音は人の歩き方ではなかった。重いのか軽いのかわからない。踏むというより、地面に何かを引きずっているみたいな音だった。ザリッ、ザッ。間を置いて、また、ザリッ。俺はドアを開けず、ガラス越しにじっと奥を見た。懐中電灯の光は一切戻ってこない。友人の足音でもない。
耳を澄ませると距離が分かってしまう。それは確実にゆっくりと近づいてきている。おーい、戻ってこいって。喉が引っかかったように声がうまく出ない。さっきまで横にいた友人の気配が丸ごと消えているんだ。その空白を埋めるように知らない何かの気配がだんだん濃くなっていく。足音は車の正面からではなく、車の横を回り込むように移動していた。明らかに俺の止めた車を見つけて歩いている。息を殺して動かないでいると、運転席側の窓の外で足音が止まった。俺は震える手でスマホを握りしめながら視線をゆっくり窓へ向けた。でも何も見えない。ただ気配だけが張り付くように窓にまとわりついている。次の瞬間、ガラスのすぐ外で開けてと擦れた声がした。俺の心臓が一度止まった。その声は友人の声ではない。男女の区別もつかない、年齢もわからない。ただ窓の上を爪でなぞるようなかすれが混じっていた。ガラスが微妙に揺れる。呼吸が外から張り付いているみたいに曇っていく。絶対に開けたらまずい。そう理解できるほど気配が濁っていた。声はまた言った。こっち、おいで。その瞬間、車の後ろで別の足音が動き出した。二つになって車を包むように歩き始めたんだ。俺はただシートに体を沈めて目を閉じた。見たらいけないものが外にいる確信があったんだ。その時、車の後部ドアがガチャッと引かれた。鍵をかけているはずなのに、金属がきしむ音が響いた。外から引っ張る力がどんどん強くなっていった。後部ドアを引く音はどんどん強くなった。ガガ、ガリッと金属が悲鳴を上げる。鍵は閉まっているのに、外側からこじ開けようとする手の力だけが増える。俺はシートに沈んだまま目を開けられなかった。外にいるそれがどんな姿をしているのかわからない。ただ見た瞬間に終わると本能だけが警告していた。やがて後ろのドアの音が止んだ。代わりに車の屋根の上を何かが這う音がした。こと、ゴリゴリとタイヤの方へ降りていく気配。車体を掴んで下から覗き込むみたいに動いている。そして運転席側の窓に戻ってきた。ガラス越しにポンポンと指で軽く叩く音がする。出ておいで。声はさっきよりはっきりとしていた。まるで誘うというより、決まった順番をこなしているだけみたいな淡々とした響きだった。その瞬間、林道の奥で光が揺れた。友人の懐中電灯だ。おい、いるか？友人の声がした。だがその声は車から見える位置ではなかった。光は林道とは違う、ありえない角度から差している。まるで林の側面のずっと下から光が立ち上がってくるように。俺はとっさに叫んだ。ダメだ！来るな！戻ってくれ！だが友人は聞こえていないようだった。光がこちらに向かって斜面の下から上へ人が登れないほどの角度を移動してくる。その不自然な動きに気づいた瞬間、友人の声が変わった。おいで。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。
顔から血の気が引いた。どちらも友人ではなかった。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。次の瞬間、窓の外に友人の顔だけが張り付いた。体は見えない。首の向きもおかしい。その顔がねじれたまま俺の方に倒れ込んでくるように押し付けられた。ガラスがミシミシとなる。見つけた。その声を聞いた瞬間、俺は反射的にキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ライトが闇を突き破った。外にいた顔が光に照らされた途端、ガラスからずるりと落ちて消えた。俺はアクセルを踏み込み、林道を一度もバックミラーを見ずに走り抜けた。安全なところに出て車を止めて気づいた。後部ドアの外側に人の指の跡が5本深くくっきりと残っていた。あの日から俺は二度と林道で車中泊をしていない。俺がそのバスツアーに参加をしたのは仕事の疲れをどうにかしたかったからだ。早朝の集合場所はまだ薄暗く、参加者たちは黙ったまま順番にバスへ乗り込んでいった。俺も乗客の流れに合わせて席を探し、運転席のすぐ後ろあたりに座った。そこからゆっくり車内を見渡した時だ。最後尾に人影が一つあった。黒い髪の女性が座っている。窓の方に体を向けていて、肩が沈んでいるように見えた。顔はうつむいていてわからない。疲れているのか、休んでいるのか。その時は深く考えなかった。エンジンがかかり、バスはゆっくりロータリーを抜けていく。走り出すと、観光ガイドの落ち着いた声が車内に満ちた。観光地の説明を聞きながら、俺は少しだけ目を閉じた。だがふとした瞬間に、視線が後ろへと吸い寄せられた。最後尾の女は全く動いていない。揺れる車体に合わせて肩が上下するはずなのに、まるで固定されているみたいだった。違和感はあったが、眠気のせいだろうと自分に言い聞かした。実際その後の数時間は特に変わったこともなく、バスは順調に進んでいった。次の休憩所に着いたとき、ガイドが明るい声でアナウンスをした。乗客はぞろぞろと立ち上がり、順番にバスを降りていく。俺も体を伸ばすようにして出口へと向かった。だがふと気になり、最後尾の方に視線をやった。席が空になっている。あの黒髪の女がいない。すでに降りたのだろうか。休憩所の周りで見知った乗客たちを眺めても、同じ黒髪の女性はどこにもいなかった。代わりにガイドが不思議そうな顔で近づいてきた。後ろを気にされてましたけど、どうかしました？俺は軽く笑ってごまかした。いやー、最後尾の女性、どこに行ったのかなーって。ガイドは首をかしげて少し困ったように返した。最後尾ですか？今日は後ろの席、誰も座っていませんよ。その瞬間、軽く風が吹いたわけでもないのに、背中がひやりとした。休憩を終えてバスに戻ると、車内にはまだ誰もいなかった。俺はゆっくりと席へ戻り、俺は改めて最後尾を見た。座席の布はわずかに沈んでいるように見えたが、気のせいだと自分に言い聞かした。ガイドが言うなら、最初から乗っていなかったんだろう。そう思うことでしか不安を抑えられなかった。
乗客たちが戻ってきて、再びバスは出発をした。走り出すと同時に窓の外の景色が流れ始め、俺は気を紛らわせるように前方だけを見るようにした。しかし、数十分ほど経った頃だ。背中を軽く押されているような妙な圧を感じた。振り返ると、誰もいないはずの最後尾の席で暗い影がゆらりと揺れた。人影というほどはっきりとしていない。だがそこにいるという気配だけははっきりとあった。心臓が強く波打ち、視線をそらした。目が合うのが怖かったんだ。その時隣の席の老人がぼそりとつぶやいた。さっきから後ろ変な音がするんだよ。きしむというよりか、誰かが座り直したような音が。俺は答えられなかった。言葉にしたら本当にいると認めてしまう気がしたからだ。バスが参道に入ると車内が薄暗くなり、影がさらに濃く見えた。俺は耐えられずに視線を外の景色へ逃した。山の斜面には落ち葉が積もり、木々の合間から冷たい風が吹きつけている。その時だ。窓ガラスに後ろの席の黒い髪が映った。ありえない。俺の席から最後尾までは距離があり、普通なら映るはずはない。だがガラスにはうつむいた女の横顔のような影が霞んでいた。瞬きをした途端、影はふっと消えた。息を整える暇もなかった。次の瞬間、ガイドが焦った声で前方を指さして叫んだ。すいません。ちょっと急停車します。バスが急ブレーキを踏むように止まり、乗客がざわついた。運転手は前方の道を睨みつけて、肩をこわばらせている。さっき、道の真ん中に人が立っていたように見えたんですが。その言葉に車内が静まり返った。外を確認しても誰もいなかった。けれどその場所には妙に濃い霧の帯が漂っていた。運転手はしばらく黙っていたが、やがて低い声で付け加えた。黒い髪の女性でした。俺の胸の奥がヒュッと冷たく沈んでいった。あの最後尾の女はバスの中だけではなく、外の道にも立っていたというのか。そんな疑問が浮かんだ瞬間、また車内の空気が重く変わった。まるで背後から誰かに息をかけられたような湿った気配が漂っていた。振り返る勇気はなかった。それでも気配は確かに近づいてくるように感じた。バスが再び動き出した頃には、誰もが余計な話をしなくなっていた。運転手もガイドも前だけを見つめ、乗客たちは息を潜めるように座っている。その静けさの中で、俺の背中だけがじわりと湿っていく。後ろから押し寄せてくる気配は、さっきよりもはるかに近かった。耳元で何かが擦れるような、かすかな音さえ聞こえた。俺は気のせいだとごまかしたが、車体が揺れるたびに、その音もついてくる。逃げ場なんてなかった。ついに俺は恐怖に耐えきれず、ゆっくりと後ろへ振り返った。最後尾の席、そこには黒い髪の女がまた戻っていた。うつむいたままこちらを向く気配もなく、静かに座っている。けれど薄暗い車内で髪の合間から覗く首筋がありえないほど青白く見えた。俺は息を飲んだ。すると女は小さく肩を震わせるようにして、ゆっくりと顔を上げかけた。その時、危ない！運転手の叫びと同時に、バスが急カーブへ突っ込むように大きく揺れた。乗客が悲鳴を上げ、手すりにしがみつく。
車体が傾き、ガラス窓がきしむ。俺も前の席に押し出されるように体をぶつけながら後ろを見た。黒髪の女が立ち上がっていた。揺れる車内の中でその姿だけが微動だにせず、まっすぐと前を向いている。次の瞬間、車内モニターが急に光った。真っ暗だった画面がノイズまみれになり、そのノイズの向こうに道の先の映像が映り込んだ。だが映っていたのは道路ではない。最後尾の席だった。モニターの中の席には黒髪の女が座っている。そしてその女はゆっくりと顔を上げ、モニター越しにこちらを見ていた。顔がぼやけていても分かった。それは生きている人間の目ではなかった。運転手が叫んだ。この道数年前に大事故があったんです。最後尾の女性が。言い終わる前にモニターの女が喉を鳴らすように口を開けた。その動きに合わせるように、車内の最後尾の女も同じ角度で顔を上げた。首がありえない方向へ折れ曲がり、髪の間から覗いた顔は人ではなかった。俺は叫ぶしかなかった。その瞬間、バスがトンネルに飛び込んだ。真っ暗な内部に響くエンジン音だけが反響し、窓には誰も映らない。暗闇の中でたった一度だけ背後から細い声が聞こえてきた。さっき降りてないよ。振り返った時、最後尾の席は空だった。だが俺たち乗客は全員気づいていた。空席のはずなのに、誰かがそこへ戻っていった音がしたことに。その席だけシートが深く沈んだままだった。深夜の高速を走るとき、必ず思い出す男がいる。最初に見たのは3年前。夜の2時だった。東北道の小さな休憩所。人気が全くないのに、照明だけは妙に明るくて、トラックを止めると広い駐車枠の隅で、黒い帽子の男がじっと立っていた。二大点検のためにライトを照らして歩いていた時だ。その男は動かない。見ているのか、見ていないのかもわからないほど表情が薄かった。ただ、こちらの動きに合わせるように首だけを少し傾けた。その角度が、まるで知っている顔を探しているみたいで、気味が悪かった。だがその日は深く考えずに出発をした。だが奇妙なのは、次の日の深夜だ。別の高速、別の休憩所。時間も方角も全く違うのに、同じ黒い帽子の男がそこにもいた。姿勢も同じ。照明に照らされて、影が細く伸びたその位置すら、前日とそっくりだった。仕事柄、夜中の走行は多い。それから2週間のうちに5回も見た。会いに行くような距離でも時間でもないのに、必ず立っているんだ。しかも、誰かと話しているところを一度も見たことがない。飲み物を買うでもなく、トイレに入るでもなく、ただ休憩所の端に立っているだけだった。運行仲間にそれとなく聞いてみたことがある。黒い帽子の男、見たことない？帰ってきたのは曖昧な首の動きだけだった。誰もはっきりとは知らないらしい。だが言葉を濁しながら、一人の先輩だけがぽつりと言った。あいつか。まだいるんだな。その言い方が妙に引っかかった。まるで前から知っていたような、そんな雰囲気だったんだ。だが本当におかしいのは、ある休憩所で、
そいつが俺の名前を知っていたあの夜からなんだ。名前を呼ばれたのは群馬方向へ向かう夜だった。気温も低く走りやすい日だったが、胸のざわつきだけが落ち着かなかった。理由ははっきりとしていた。前の晩もその前の晩も休憩所の端にあの男が立っていたからだ。どこへ行っても必ずいる。同じ距離感、同じ姿勢。それが偶然で済むはずがないと内心では思っていた。だが目を合わせなければ気づかないふりができる。それくらいの距離だった。問題が起きたのは休憩所に入った時だ。照明が白く地面を照らし、売店の窓が暗いガラスを広げている。トラックを止めてエンジンを落ち着かせながら窓越しに外を眺めていると、いつもの位置に黒い帽子の男が立っていた。近づくわけではない。ただ向きだけが変わっている。まっすぐと俺の方を向いていた。背筋が冷えるような感覚があった。いつもは少し横向きだったのに、今日は真正面。しかも距離がやや近い。ほんの数メートル分。けれどその数メートルが恐ろしく重かった。しばらくエンジン音だけを聞いていた。降りるべきか迷っていたとき、後ろから軽いノック音がした。トラックではなく窓ガラスだった。振り向くと誰もいない。だがもう一度ノックが鳴った。今度は運転席のドアの方から。どうせ風か虫かなんかだろう。そう決めつけようとした瞬間、左側の窓の外に黒い何かがゆっくりと滑ってきた。帽子だった。その下に男の顔。窓のすぐそばに立ち、覗き込むようにして口を動かした。声は小さい。だがはっきりと聞こえた。山口さんですよね。心臓が跳ねた。名前を教えたことなんて一度もない。会社の制服にも名札はないし、トラックのどこにも運転手の名前なんて書いていない。なのになぜ知っている？男は窓に手を添えた。指先がガラスに触れた瞬間、妙に黒ずんだ跡が残った。影のような、すすのような、触れた部分だけが濁る。気をつけてください。次は間に合わないかもしれないので。男はそう言い、ふっと消えるように離れていった。足音はなかった。照明の下に立つ影もいつの間にか消えていた。胸騒ぎが収まりきらないまま、俺は再び走り出した。だが、間に合わないという言葉の意味を痛感したのは、その2時間後のことだった。夜明け前、山間のトンネルに差し掛かった頃、路肩に1台のトラックが止まっていた。ハザードが点滅し、運転席のドアが半開きになっている。事故のようにも故障のようにも見えたが、周囲に人影がない。とりあえず近くまで寄って状況を確認することにした。助手席側に止めてライトを向けると違和感に気づいた。運転席の足元に靴が一つだけ転がっている。だが足跡がない。雪でも泥でもない舗装路だが、人が降りたなら何かしらの痕跡が残るはずだ。俺は無線で会社に一報を入れようとしたとき、コツコツと規則的な音が響いた。靴底がアスファルトを叩くような音。だが歩幅が妙に狭く、リズムが均一すぎる。人間の歩き方ではない。嫌な予感に逆らえずライトを向けた。薄暗いトンネルの中、黒い帽子の男が立っていた。全く動かず、濁った白い照明を背にしてこちらを見ていた。距離はあるのに顔がはっきりとわかる。輪郭が浮いて見えるほど肌が不自然に白かった。
次の瞬間、男の右側から何かがゆっくりと地面に落ちた。それは運転手の名札だった。半開きのドアのトラックの運転手。その男のものだと一目で分かった。間に合わないの意味が理解できた。黒い帽子の男はトラッカーを迎えに来る存在なんだ。どの休憩所にも、どの夜道にも現れる理由がはっきりとした。事故を知らせに来ているのではなく、次を選びに来ている。名前を知っていたのはそういうことだ。あの夜俺は選ばれかけていた。はっと気づいた。トンネルの暗闇で男が少し前に動いた。歩くのではない。滑るように距離が縮んでくる。顔がぶれるほど速いのに足は動いていない。体が固まった。逃げなければいけないのに膝が動かない。その瞬間背後で大型車のエンジン音がはぜた。反射的に振り返ると、向こうから走ってきたトラックがハザードのトラックを大きく避けて通り過ぎていく。ライトが強烈にトンネル内を照らした。黒い帽子の男の姿が消えていた。本当に跡形もなく。震える指で無線を掴んだ。呼吸が乱れているのに、声だけは必死に平然を装った。トンネルに事故車両あり、運転手は見当たりません。応援お願いします。帰ってきた返事の途中、耳元で小さな声がした。次は逃がしませんから。振り返った時には誰もいなかった。だが助手席の窓にだけ黒い手形がくっきりと残っていた。外側ではなく内側に。それを最後に俺は深夜の長距離を降りた。どの休憩所でもあの影が待っているのが目に浮かぶからだ。夜勤明け、眠気をごまかすために山の外れの旧道を走っていた。早朝の薄暗さがまだ残る時間で、霧が低く垂れていた。あの廃病院の前を通るつもりなんてなかったのに、気づいたらハンドルが自然とその旧道に向いていたんだ。理由はわからない。ただ霧の切れ間から白い建物の輪郭が浮かんだ瞬間、胸の奥がざわついた。なんでこんな道を選んだんだろう。そう思って速度を落とすと、建物の正面玄関が見えた。10年以上前に封鎖されたはずで、当然人なんているわけがない。にもかかわらず、自動ドアがスッと開いた。まるで誰かが今まさに出てこようとするかのように、左右に滑って静かに止まった。車内に冷気が入り込んだ気がして、思わず窓を閉める。その時、玄関の向こう側は真っ暗で、照明なんてついていないはずだった。なのに、開いた自動ドアの奥に、ぼんやりと薄い光が見えた。蛍光灯の光ではない。もっと、病室の非常灯みたいな弱々しい光。俺はそのまま通り過ぎようと軽くアクセルを踏んだ。けど視界の端で自動ドアが俺の車の進行に合わせて開いたままこちらに向いてくる。建物は当然動いていない。それなのに自動ドアの開口部だけが俺を正面に捉え続けているように感じた。背筋が冷たくなる。気のせいだ。自分にそう言い聞かせながら前だけ見て走った。でもルームミラーの中でありえないものが映ったんだ。まだ自動ドアが開いている。今の距離なら完全に見えなくなるはずなのに、ミラーの中だけで玄関が追いかけてきているんだ。
俺は思わずブレーキを踏んで止まった。呼吸も速くなる。ミラーをもう一度ゆっくりと確認した瞬間、心臓が凍った。玄関の奥、非常灯みたいな光の中に、患者服のような白い影が首だけをこちらに向けて、斜めに傾いていた。目を細めたら終わる気がして、すぐに前を向いてアクセルを踏み込んだ。エンジンの音がやけに頼りなく聞こえる。なんで開いた？誰が出てこようとしてたんだろう。そんな疑問を振り払うように、霧の中を抜けるまで決して振り返らなかった。霧を抜けてしばらく走った頃、ようやく呼吸が落ち着いてきた。だが、胸のざわつきは消えなかった。ミラーに映ったあの白い影、首を傾けていた角度が不自然に記憶へ焼き付いて離れなかった。気のせいじゃねえよな。自分でつぶやいた声が震えていた。国道に戻ってからも奇妙な違和感が続いた。窓の外を流れる景色の中、電柱の影が何度も同じ形でよぎる。まるで同じ場所を走っているような感覚が続いた。道は間違えていないのに、どこか現実味が薄かった。そんな状態のまま走っていると、不意にカーナビが勝手についた。電源は切っていたはずだ。目的地設定もしていない。しかし画面には見覚えのある細い青い線が浮かび上がった。廃病院までのルート。指先が冷たくなる。なんで戻るルートなんだよ。ナビの音声案内は流れない。ただ画面が執拗に戻れというかのように点滅だけを繰り返す。思わずナビを叩くと、今度はスピーカーから音が鳴った。医療機器の心拍音。あの音は明らかに車の装置じゃない。耳を塞ぎたくなるほどの不気味な電子音が車内に満ちて、徐々に速く乱れていった。最後の長い電子音が耳をつんざいた瞬間、ナビの画面に文字が浮かんだ。すぐに戻れ。喉がひっくり返りそうになった。とっさに画面を覆い隠すようにナビを手で押さえて電源ボタンを連打した。やっと画面が暗転し、心拍音も消えた。車内に静寂が戻ると、さっきまでの音が幻聴だったのではないかと思うほど静かだった。だがその直後、車体の後方からコツンという小さな衝撃が伝わった。鳥でも当たったか？そう思いたかった。しかしバックミラーを見ると、霧の中の道には何もいない。何も動いていない。それなのにもう一度、コツン。今度ははっきりと物が当たった感触。後部バンパーを誰かが軽く叩いているみたいな生々しい振動だった。心臓が早金を打つ。車を止める勇気なんてない。そのまま速度を上げると衝撃がピタリと止んだ。だがその直後、ルームミラーの端に白い影が映った。廃病院で見たおかしな角度で傾いた首の影だった。まだそこにいる。追ってきている。ハンドルを握る手が汗で滑り、視界がかすむほど焦りがこみ上げる。連れてきちゃったかな。その言葉が浮かんだ瞬間、背筋が固まった。廃病院の自動ドアが開いた理由、それは俺を外に出したかったのではない。俺の車に何かを乗せるためだったのかもしれない。ミラーに映る白い影から目を離せないまま国道を必死で走った。それでも影は消えない。ライトの揺れに合わせて首を傾けたままじわじわと近づいてくる。喉がひりつくほど息が荒れた。
もうやめてくれ。祈るような声が車内に落ちたとき、急に影が見えなくなった。あれ？消えた？一瞬の安堵が胸に広がった瞬間、カチャンと助手席のシートベルトが勝手に装着される音を立てた。がっちりと閉まる金具の音がすぐ横で響いた。だが助手席には誰も座っていない。それなのにシートベルトは明らかに何かを抱え込むように沈んでいた。息が止まり、頭が真っ白になる。シートが沈んだまま少しずつ何かが動いている。寄りかかるように体重をかけている動き。形がそこにある。姿は見えないが、確実に誰かが乗っている。その瞬間バックミラーに映った。助手席の上にあの白い首が乗っていたんだ。前かがみの姿勢でシートに覆いかぶさるように首だけが俺の方へ向いている。肌は紙のように白く、目は黒い穴みたいに抜け落ちている。口は開いていない。ただ存在だけがこちらを圧してくる。ハンドルを握る手がブルブルと震えた。アクセルを踏み込んでも車はまるで重くなったみたいに加速しなかった。降りろ。頼むから降りてくれ。泣き声に近い声が漏れたとき、助手席のシートベルトがさらに締まった。乗っている者がより深く座り直したような動きだった。重みは増し、車体がわずかに傾いた。タイヤのゴムがうなり、エンジン音が弱く震えた。恐怖で視界が歪む。だが見た瞬間、胸が潰れかけた。道の先に廃病院の玄関が見えたんだ。来たはずの方向なのに国道の真ん中にある。霧の中で自動ドアが開いている。まるで帰りを待っていたかのように両側へ静かにスライドし続けていた。逃げ場なんてない。戻りたくなんてない。でも車は止まらなかった。足がブレーキを踏んでいるのに車体がゆっくりと自動ドアへと向かっていく。助手席の何かがこちらへ顔を寄せてきた。穴のような目が俺の顔の高さに揃った。そしてやっと理解した。あれは俺を迎えに来たんではない。俺を連れて戻すために乗ってきたんだ。やめてくれ！叫んだ瞬間、車内灯がパッとついた。その光ではっきりと見えてしまった。助手席に座っている体は肉がそげ、服は病院の患者服。ただ首だけがなく、その首は俺の目の前にあった。車内灯が再び消えたとき、耳元で湿った声が囁いた。俺、まだ帰れない。次の瞬間、車は玄関の中へ吸い込まれるように入ってしまった。自動ドアが閉まる音が背後で響き、光が完全に遮られた。俺はそれから先を覚えていない。廃病院前で見つかった時には車は無人で、俺だけがいなかったそうだ。ただ一つ確かなのは、救助された車の助手席に誰もいないはずなのに、シートベルトだけがしっかりと締まっていたらしい。その都市伝説を聞いたのは終電を待つホームだった。隣にいた若い男が友人に向かって小声で話していた内容がなぜか耳に残ったんだという言い訳を後で何度も自分にすることになる。この駅ではごく稀に終電が来ない夜があるらしい。電光掲示板が突然消え、アナウンスも流れず、誰も騒がないまま人の流れだけが改札へ向かう。そういう夜に限って駅前のロータリーには
一台だけのタクシーが待っているんだという。それに乗れば必ず家まで帰れる。ただし条件がある。ホームで誰とも目を合わせないこと。目が合った相手とはもう二度と同じ場所には戻れない。男たちは笑っていた。いかにもありそうな作り話だと。俺も同じように聞き流し、電光掲示板を見上げる。終電まではまだ3分ある。酔いはほとんど抜けているし、足取りもしっかりとしている。その時表示がふっと消えた。次の瞬間には何事もなかったかのように明るさが戻った。だが掲示板は暗いままアナウンスも流れない。周囲を見回す。10人ほど立っていたはずの乗客たちは誰一人として驚いていない。ただ静かに路線の奥を見つめている。胸の奥に鈍い違和感が広がる。さっきの話が頭をよぎった。目を合わせるな。俺は視線を落として自分の靴だけを見るようにする。隣の気配がわずかに近づくが顔は上げない。やがて人の流れが動き出し、誰も文句を言わないまま階段へ向かう。俺もそれに続いた。駅員はいないし、改札は開いたまま。そのまま外へ出ると、ロータリーは妙に静まり返っていた。いつもなら酔った客とクラクションで騒がしい時間帯なのに、エンジンをかけたままのタクシーが一台だけポツンと止まっている。他に客はいない。運転手は前を向いたままだが、俺が近づいた瞬間、後部のドアが静かに開いた。誘われるように乗り込んだ。シートはひどく冷たく、誰も座っていなかったはずなのに、わずかな湿り気を感じる。ドアが閉まり、まだ何も言っていないのに車を発進した。目、合わせませんでしたね。運転手の声が低く落ちた。背中に冷たいものが走る。俺はまだ一言も話していない。運転手はそれ以上説明しなかったが、言葉の続きを待つ必要はない気がした。目を合わせなかった人だけが乗れる。ならば、合わせた人はどうなったのか、という疑問が自然と胸の奥に沈んだ。車は駅前の明かりを抜け、住宅街へと入っていく。さっきまでいたはずの街の音がやけに遠い。信号で減速しているはずなのに、ブレーキの感触が薄い。まるで道路の上を走っていないような不安定な浮遊感がある。バックミラーを覗いた。後部座席には俺しかいないはずだが、ガラスの映り込みに違和感がある。肩の位置に重なる影がいくつもある。輪郭ははっきりしないのに、数だけは確実に多い。数えようとした瞬間、右側のシートがわずかに沈んだ。誰かが腰を下ろした時のような重みが伝わる。反射的に横を見そうになり、首の動きを止めた。目を合わせるな。その条件だけが異様なほどはっきりと頭に残っている。他の人はどうなったんですか？できるだけ平静を装って尋ねてみた。運転手は前を向いたまま答える。帰る場所が違うだけですよ。どこへ帰るのかは聞かなくてもわかる気がした。その時耳元にかすかな息が触れた。近い。すぐ隣だ。どうして目をそらしたの？女の声だった。若い声だが感情が抜け落ちている。続いて別の声が重なる。見ていてくれたら連れて行けたのに。連れて行く。言葉の意味がゆっくりと背中に染み込んだ。ホームで視線を落としたとき、確かに誰かの足元が視界の端に入っていた。もしあの時顔を上げていたら、
自分は今ここにいなかったかもしれないという考えが浮かんだ。車は赤信号をそのまま通り抜ける。クラクションは鳴らないし、対向車も見えない。まるでこの車だけが街とは別の層を走っているみたいだった。左側のシートも沈む。肩が押され、視線が前に固定する。運転手が静かに言った。家までは送りますよ。ただし、最後までは振り向かないことです。最後まで。その言葉と同時に後部座席の空気がさらに重くなった。俺のすぐ背後で複数の呼吸が重なった。車はやがて俺のマンションの前で減速した。見慣れた建物のはずなのに妙に遠く感じる。エントランスの明かりはついているが、周囲に人の気配はない。到着です。運転手の声は変わらずに落ち着いている。肩にかかっていた重みが少しだけ強くなった。そして背後で複数の気配が揺れる。振り向くな。その言葉が頭の中で繰り返される。ドアが開き、冷たい外気が流れ込むのと同時に、背中の圧がわずかに離れた。ゆっくりと車を降りる。足が地面に触れた瞬間、肩の重みは消えた。ほっとして振り返りそうになる。その時運転手が静かに言った。最後に一つだけ教えておきますね。思わず足を止める。今夜目を合わさなかった人はあなた一人でした。背筋が凍った。ホームには10人ほどいた。全員が路線を見ていた。じゃああれは何だったのか。振り返らずに目だけでタクシーの窓を見た。ガラスに映っているのは俺の姿だけではなかった。後部座席いっぱいにこちらを見つめる顔が並んでいる。全員目をカッと見開いている。全員俺と目が合っていない。彼らはホームでずっとこちらを見ていたんだとそこでやっと理解する。目を合わせなかったのではない。俺がそらしていた。タクシーのドアが静かに閉まる。エンジン音はしないまま車体だけが滑るように動き出した。その瞬間背後から小さな声が聞こえた。次は見てくれるよね。思わず振り向いてしまった。そこにはホームで靴先だけ見えていた女が立っていた。ゆっくりと顔を上げる。目が合った。そして視界が一瞬暗転した。次の瞬間俺はホームに立っていた。終電まであと3分。電光掲示板がふっと消える。周囲には10人ほどの人影。その中にはさっきの俺がいる。視線を落としていて、タクシーのエンジン音が遠くでかすかに響いていた。3年ぶりの帰省だった。駅に迎えに来た祖父母に挨拶を済ませ、家に着くと工藤が興味津々で中を見回していた。なんか静かすぎね。そう言いながら玄関を上がった工藤は急に足を止めた。廊下の一部がポツンと濡れていたんだ。水をこぼした後にしては形が不自然で、線を引いたように細長く伸びている。祖父母はもう寝ていて、家の中はひんやりとしているのに、その水だけが今ついたみたいに新しかった。
工藤がしゃがみ込み、指で触れる。冷た。いや、これ何の水？俺も触ってみたが、雨でも結露でもない。上を見ても水が垂れたような跡はなかった。俺たちは気味が悪くなって一旦風呂に入り寝る準備をした。夜中トイレに起きた俺は廊下の暗がりに足を踏み出して固まった。濡れた跡がさっきよりか長くなっていたんだ。さっきは玄関側に細く伸びていたはずなのに、今は反対側、応接間の前まで続いている。まるで何かが廊下をゆっくりと移動しているように。叫ぼうと思って後ろを振り返ると、工藤がもう立っていた。寝ぼけた目のまま廊下を無言で見ている。あれ、起きたのか？なあ、動いてね。その言葉の直後、濡れた線はほんの少しだけ揺れていた。水がタプンと揺れる時の細い動き。誰もいない廊下の中央で水だけがかすかに動いたんだ。俺たちは声も出せず、ただ暗闇の中でその細い跡を見つめていた。その線はまるで誰かが這いながら引きずったような、そんな曲がり方をしていて、応接間の前で止まっていた。そして応接間の襖がゆっくりと一人でに開きかけた。応接間の襖が数センチだけ開いた状態で止まった。俺と工藤はそこで固まり、それ以上は近づくことができなかった。襖の隙間の奥は真っ暗で、何も見えないのに暗がりの中だけがわずかに湿った気配を帯びていた。工藤が小声で言った。なあ、あの濡れた線、ここまで来てるよな。廊下に伸びた細い濡れた跡はまっすぐ襖の前で終わっている。線を引くような細長さはそのままだが、一部だけ濃くなっていて、そこだけ何かが立ち止まっていた形跡のように見えた。俺は喉が張り付いて声が出なかった。工藤も動けず、そのまま明け方まで硬直したような時間を過ごした。翌朝、祖母が廊下を見て、あら、また出たんだね、とつぶやいた。俺は思わず問い詰めた。またってどういうこと？祖母は言いづらそうに襖の奥を見ながら話し始めた。この家ね、昔は野屋の方にあった古い井戸を使っていてね。そこにまだ小さかった親戚の子が落ちたことがあったの。直接的な言葉は避けながらも、何があったのかは伝わった。祖母は続ける。それ以来ね、お盆の時期になると廊下の細い濡れ跡が出るようになったんだよ。井戸に続いていた土の通り道をそのままたどるみたいにね。俺は
昨日の線の形を思い出した。細く、ゆっくりと家の中を探すように伸びていたあの軌道。応接まで止まったろ。工藤が言う。祖母は静かにうなずき、さらに続けた。応接間にはね、その子の残した当時の服がしまってあるんだよ。戻ってきた時だけそこまで来るみたいなんだ。襖が一人でに開いたことを言おうか迷ったが、俺たちは黙っていた。祖母は気づいているようなそんな顔をしながらゆっくりと襖を閉めた。家を出る前、廊下を見た。濡れ跡はすっかり消えている。けれど応接間の前の一部分だけほんの少し色が濃いまま乾いていなかった。まるでここにいたと静かに主張するように。最初にこの現場へ入った日のことを今でもはっきりと覚えている。呼ばれたのは古い集合住宅の一室だった。玄関前に立っただけで空気が重く湿っているのが分かった。管理会社の担当は何か言いかけていたが、途中で口を閉じた。そのまま鍵だけを渡してくる。ああいう沈んだ顔は何度も見てきたはずなのに、この時は妙な違和感が残った。部屋の中は生活の途中で時間が止まったようだった。食器も服もそのまま置かれている。ただ床にだけ微妙な跡があった。人が横たわったようにも見えるし、重いものを引きずったようにも見える。だが最初は気にしなかった。こういう跡は特殊清掃の現場では珍しくはない。そう自分に言い聞かせて作業を始めた。数時間後、一度外に出てから戻った時だった。床の跡が変わっていたんだ。照明の角度ではない。光の加減でもない。さっきは薄い影のような輪郭だったのに、戻ると色が濃く深く沈んでいたんだ。広がり方も違う。まるで誰かがもう一度そこに横たわったようだった。この部屋は窓が一つしかなく、日差しも入りにくい。それなのに後の部分だけが乾かないんだ。じっとりと粘りつくような湿り気がある。手袋越しに触れるとわずかに暖かかった。誰かがついさっきまでそこにいたような、そんな温度だった。俺は気のせいだと思おうとした。だが視線を外してからもう一度見る。後の端が少しだけ伸びている。主張するみたいに、ここにいると示すみたいに。その瞬間、胸の奥に重いものが沈んだんだ。この部屋には
まだ何かが残っている。そう考え始めた時点でもう後戻りはできなかった。逃げる理由はいくらでもあった。それでもこの後が何なのか、それだけは確かめずにはいられなかったんだ。この時すでに俺は現場に入ったのではなく、呼ばれていたんだと思う。翌日、再び同じ部屋に入った。あの後は完全に消えていた。専用の薬剤を使い、床材も念入りに処理をした。色も匂いも残ってはいない。見た目だけなら最初から何もなかった部屋だ。それなのに部屋に入った瞬間、体が止まった。空気が違う。昨日よりもはっきりと重い。床を見下ろすと跡はなかった。だがそこだけ避けるように視線が滑る。無意識に近づきたくない場所を体が覚えているんだ。作業を再開し、しばらく経った頃だった。床に薄く影のようなものが浮いていたんだ。最初は気のせいだと思った。だが影は輪郭を持っていた。昨日見た形と同じだった。色はまだ淡い。濡れてもいない。ただ確かにそこに形がある。俺は一歩下がった。それでも影は消えなかった。むしろ少しずつ濃くなっていくんだ。不思議なのは床だけじゃなかった。周囲のものがわずかに歪んで見える。空気が沈み、押しつぶされているような感覚だった。気づいた時には息が浅くなっていた。胸が苦しい。酸素が足りないわけではない。誰かに上から覆われているような、そんな圧迫感だった。視線を上げた瞬間、理解した。この後は床の問題ではない。ここは場所なんだ。誰かが何度も戻ってくる位置。消されても忘れられても必ず戻る場所。影は昨日よりもはっきりとしていた。人の形だ。横たわっているのではない。起き上がりかけている。俺はその現場を離れようとした。だが足が動かない。影の中心に惹かれている。その時気づいた。影の輪郭の端が昨日より少しだけ高い。床から浮いている。次にここへ来た時、この影はもう床にはいない。3日目、部屋に入った瞬間、空気の重さが明らかに違っていたんだ。昨日までは胸の奥だけが沈むような圧だったが、この日は頭上から落ちてくる。床を見る。あとはもうそこにはなかった。だが完全に消えたわけではない。ただ昨日まで床にあった形がどこにも見当たらない。代わりに部屋の中心にだけひどく静かな気配が渦のように漂っていた。視線をそらそうとしてもそこへ引き戻される。目には見えないのに
何かがいるとわかる場所だった。道具を持ち替えようとしゃがんだとき、ふと気づいた。床の下ではない。真上だ。呼吸が浅くなる。誰かに肩をつかまれたわけではないのに、体が勝手に固まった。天井に目を向けるのは正直怖かった。だが、向かわずにはいられなかった。この3日間、ずっと床だけを見ていたが、最初からそこじゃなかったんだと気づいてしまった。俺は意を決してゆっくりと顔を上げた。最初は光の加減だと思った。天井板に落ちる影が不自然に濃かったからだ。けれど目を凝らすと、それは影ではなかった。天井、その一点だけ薄く形が浮いていたんだ。人の顔、横から押し付けられたような潰れた形。だが、目に当たる部分だけが深い穴のように沈んでいたんだ。その穴がこちらをまっすぐ見ていた。一瞬で分かった。床にあった跡はそこから落ちた影だった。本体はずっと上にいた。消しても拭いても何度も現れたのは、この天井に張り付くそれが理由だったんだ。視線をそらしたかった。なのにそらせない。吸い込まれるように見続けてしまう。そのうち天井の顔がわずかに揺れた。息のように動いた次の瞬間、気づいた。天井板ではない。天井と顔の間にわずかな隙間がある。張り付いているのではなく、そこに潜っている。そしてゆっくりとその顔は穴から出てこようとしていた。逃げようとした足が動かない。恐怖で固まったわけではない。足首を誰かの指でつままれたような感触があった。視線を下げると床にはもう跡はなかった。なのに確かにそこから触れられている。天井の顔が少しだけ降りてきた。鼻の形がわかる高さまで。この部屋の跡は戻るのではない。戻されていたんだとその時わかった。逃げなければと思った。けれど足は床に張り付いたように動かないんだ。つままれるような感触はもう足首からふくらはぎへと移っている。何かが下から引いている。だが床には何もいない。その不自然さが逆に現実味を帯びていたんだ。そして天井の顔はじわじわと降りてきた。最初は目だけ、次に鼻筋、その後頬の線。人の顔に見えるが、どこにも体がつながってはいない。天井の穴に顔だけが詰まっているようなありえない姿だった。音はしない。呼吸もない。なのに生きている。こちらを見ている。俺は視線をそらせずにいると、顔の輪郭が少しずつ崩れていくのが分かった。肉が落ちているわけではない。薄い膜のように形が溶けて広がっているんだ。まるで天井と顔の境界が混ざり合い、
一つになっていくようだった。そして気づいた。天井にできた薄い膨らみ。あれは単なる影ではなかった。部屋の形そのものがゆっくりと歪んでいたんだ。顔の下に細い腕のような影が伸びた。次に肩、そして首の付け根が見えた瞬間、心臓が痛むほど脈打った。顔だけではない。全部ある。ただ天井の向こう側にいるんだ。そこから出ようとしている。足をつまむ感触が強くなった。引きずる力ではない。触れて確認している手つきだった。まるで、ここだ、と確かめるように。顔が完全に部屋へ出てきたとき、ようやく声を上げた。自分でも驚くほど弱い声だった。誰かを呼ぶ声ではない。自分自身に向けた拒絶の声。だが遅かった。天井の穴から首が抜けた。次に肩が落ちてくる。その重さは見ているだけでわかるほど異様だった。落ちてくるものではない。降りてきている。なぜ逃げられなかったのか。なぜ足が動かなかったのか。その理由は単純だった。この部屋で最後に横たわったのは床に跡を残した誰かではない。俺の跡がもう床に浮かんでいたんだ。視線を下げると自分と同じ形の影が濃く深く沈んでいた。影はゆっくりと腕を広げ、天井から降りてくるそれと同じ角度で動いていた。そして天井の顔が笑った。形が崩れたその口がゆっくりと。そして最後に見たのは降りてきた腕が自分の肩に触れる瞬間だった。冷たさも熱さもない。ただ確かに触られた。そこから先の記憶はなかった。気づいたとき部屋は真っ暗で影も跡も消えていた。だが一つだけ変わっていないものがある。天井を見ると薄く顔が浮かんでいたんだ。今度は俺の顔だ。この話をすると必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でもはっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から最初から最後までナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけいつもの道を走り出す。住宅街を抜け幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。
ただ一つ普段と違ったのは、やけに車が少なかったことだ。信号で止まっても、前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り、周囲が暗くなる。ここで引き返せばよかった。だが、なぜかそうは思わなかった。しばらくすると、ラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが、胸の奥が少しだけ重くなった。その直後、道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間、懐かしいような、知らないような、変な感覚になった。行ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時、ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと、時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でも、ブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと、道は一気に細くなった。対向車が来たら、どちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。だが、対向車は来なかった。後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると、後方が暗すぎて、どこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりも、いつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると、道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、
ただの林なのか見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も止まっていなかった。それなのに、地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡と、まだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には大きなガラスの窓。中は明るくテーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。
参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない、外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったらここが外になる。外だった場所が全部ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。席が埋まっていく。カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある参道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に
乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせると、ナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。今思い返せば、あの日は最初から空気が妙だった。遊び半分で立ち寄っただけの森の休憩広場のはずなのに、足を踏み入れた瞬間から山の匂いがどこか金属っぽく重かった。友人と二人で夏のドライブの途中だった。道の駅で、この先に古い祠がある。覗くなよ。なんて張り紙があって、興味本位で寄り道をしたのが間違いだった。森は明るいはずなのに、妙に時間の感覚が狂うような静けさがあった。風は吹いているのに葉の揺れる音がしない。遠くの鳥の声も薄い幕越しに聞こえるような弱さだった。しばらく歩くと唐突に赤い格子が見えた。古い祠が木々の間に埋もれるように立っていたんだ。格子は赤いと言っても塗装の色ではなかった。もっと深い乾いた血のような赤。木目が浮き上がり、触れたら指先がじんと熱を持ちそうな、そんな色だった。近づくと足元の土が妙に柔らかく沈んだ。色が濃い。湿っているのとも違う。まるで誰かがそこで長く立ち尽くしていた跡みたいに、土だけが暗い色をしていた。俺は祠の前で立ち止まり、覗くなよって意味わかるよな。と友人に言った。友人は苦笑いして、中になんてなんもないやろ。と軽く言ったが、その声は思っていた以上に小さかった。祠の前には鈴のようなものがかけられていた。風が吹いたのに全くならない。紐だけが揺れて鈴はじっと動かない。その不自然さに背中がじわりと汗ばんだ瞬間、視線のようなものが背後から押し寄せた。振り返っても何もいない。ただ森が俺たちの音を吸い込むように静まり返っていた。そこで友人が小さく声を上げた。祠の格子の向こう側に何かがいた。真っ暗なはずの奥にわずかに赤い点のようなものが二つ並んでいたんだ。光ではない。生き物の目の反射のようでもない。ただそこに存在しているだけの赤い点。祠の前の空気が急に重くなった。俺はとっさに友人の腕を掴んだ。友人の指先が震えていた。覗いてはいけないものをもう見てしまった。その赤い点がゆっくりと格子の隙間に近づいてきた。赤い点が格子の隙間へ近づくほど、周囲の空気が重く沈んでいくのが分かった。首の後ろに冷たい何かが触れたような感覚がして、思わず肩をすくめた。友人はもう格子から目を離せていなかった。視線が吸い寄せられているというより、
見続けさせられているような硬直した顔だった。俺は慌てて腕を引っ張ったが、全く反応しない。祠の奥でわずかに揺れる赤い点は目ではなかった。もっと硬質で、もっと冷たい。見た瞬間、それがこちらを識別しているという感覚だけが伝わってきた。格子の向こうにあるはずなのに、距離感がまるで合わない。奥が見えるのに、同時に目の前に迫ってきているようにも見えた。森の空気が急にひやりと冷えた。頭の芯が締め付けられるような静けさだった。その時祠の鈴が音もなく揺れた。風は吹いていない。紐も揺れていない。鈴だけがわずかに震えていた。その震えに呼応するように、格子の向こうの赤い点がふっと消え、次の瞬間、格子の別の場所にまた点が現れた。まるで中を這い回るように位置を変えていく。決して奥に引っ込んだままではいない。こちら側を追っている。そして友人がやっと声を漏らした。動いてる。息と震えが混じったようなかすれた声。その直後だった。祠の底からコツッコツッと爪で木を叩くような音が響いてきた。一定ではない。外に出たい何かが内側を探るように叩く音だった。律動ではなく意味を持った合図のようだった。喉の奥が固まり、声が出なかった。森の空気が動きを失い、どこからか湿った呼吸の感触だけが伝わってきた。そして赤い点が格子の中央に揃った。完全に正面、完全にこちらを向いている。その瞬間、格子の隙間から細長い黒い指の影のようなものがスッと外へ伸びた。実体なのか影なのかわからないほど薄いのに、確かに外へ出ようとしていた。友人がやっと腕を振り払った。だが振り払った拍子に手の甲をその黒い影がかすめたんだ。指先が触れたわけではない。影が触れただけなのに、友人の肌に赤い線が浮かんだ。祠の鈴が小さく一つだけ鳴った。祠の鈴が一つ鳴った直後、森の空気がぐっと沈んだ。まるで俺たちの周りだけ空気の流れが止まり、祠だけが静かに息をしているような、そんな感覚だった。友人の手の甲には影でなぞられただけのはずなのに、赤い線が浮かび、それがじわりと指先へ向けて細く伸びていく。血ではない。筋のような赤い色が皮膚の下で動いている。俺は急いで友人の腕を掴んだ。しかし指を触れた瞬間、皮膚の汗が異様に冷たかった。冷たいというより、森の温度と混ざっていない感じがした。祠の格子の向こうで赤い点がまた揺れる。今度は低い位置に。次の瞬間には格子の上に。移動しているというより、位置そのものが置き換わるように飛ぶ。友人が震える声でこう言った。手が動かない。見ると影に触れた側の手首がわずかに硬直している。指が自分の意志と違う角度に固まっていくように、皮膚の下で赤い線が脈を打っていた。
俺は焦った。こんな場所に長居したらまずい。戻るぞと言おうとしたその時、祠の奥から息を吸い込むような息の音が聞こえた。動物の呼吸とは違う。人間の鼻息とも違う。狭い空間の中で何かが体を起こし、外の空気を確かめるように吸い込む音。続いて格子の隙間から黒い線が外に伸びた。線は空気に溶けるように薄く、しかし確かに長く、俺たちの足元へ向けて垂れ下がった。影なのに地面に落ちた瞬間だけ重さがあった。土がわずかにへこんだのを見て背中が凍った。祠の中の赤い点がゆっくり俺たちの足元に向いた。格子越しの視線だが距離が狂っていて、まるで太ももの裏で覗かれているような感覚に襲われた。森全体が静まり返っていた。友人の呼吸が速くなり、胸が上下している。だが足が動かない。祠の前の土だけ妙に柔らかく沈んでいて、足首を飲み込むようにしつこく絡みついてくる。その時だった。祠の格子の中央で赤い点が一つだけ瞬いた。まるで返事のように。すると友人の足元の土が生き物みたいにぐにゃりと動いた。そしてゆっくりと祠の方へと引き寄せ始めた。足元の土が祠の方へゆっくり吸い寄せられていく。生き物みたいにうねり、友人の足を飲み込むようにまとわりついていた。抜けない。友人が悲鳴に近い声を漏らした。足を引き抜こうと必死に踏ん張っても、土が吸盤のように離れない。手を伸ばして助けようとした俺の足元も、同じようにじわりと沈み始めた。祠の奥で赤い点が再び瞬いた。それに呼応するかのように土の動きが速くなる。まるで祠が連れてこいと命じているような、そんな動きだった。俺は友人の肩をつかみ、体ごと引っ張った。だがその瞬間、祠の格子の隙間から黒い影の指が再び伸びてきた。前よりもはっきりと形を持っていた。細長いのに関節だけが異様に膨らみ、動くたびに空気が波打つ。影の指が地面に触れた瞬間、土がその方向へ吸い寄せられるように動いた。祠の鈴が一人でにチリッと震えた。そのかすかな音に合わせて森の影がすべて祠へ向かって流れ始めた。木々の影、俺たちの影、草の影。光に背を向けているはずの影が逆らうように祠の格子へと吸い込まれていく。影だけが重力を無視して動いていたんだ。足元の拘束がさらに強まる。膝まで沈みそうな勢いで友人はうめき声を上げた。やばい。このままじゃ引きずられる。俺は必死で周囲を見回す。祠の前の空間だけ空気が濃く固まり、森の縁からこちらへ踏み入る境界のようなものが見えてきた。その境界の外側だけは影が正常だった。葉も揺れ、風の気配もあった。俺は友人の両腕を抱え、全身で引っ張った。その瞬間、祠の奥から、カタン
と木の蓋が動くような音がした。赤い点がふっと消え、全く別の位置で三つ揃って現れた。二つではない、三つ。それは目ではなかった。もっと低い位置に揃っていて、まるで顔とは違う場所についている光のようだった。祠の奥が深く、息を吸い込むように暗くなる。次の瞬間、影の指が2本増え、土に深く突き刺さるように沈んだ。引きずられる速度が一気に速くなった。友人の体が前へ倒れ込み、上半身まで祠の方へ向けて倒れかける。俺は叫んだ。声になっていたかわからない。ただ必死で友人を抱え、後ろへ引き離した。その一瞬だけ、教会の向こうから吹き込んだかすかな風が俺たちの影を揺らした。揺れた影が祠の引力から外れた。影が戻った瞬間、足元の土が急に弱まり、俺たちは後ろへ倒れ込んだ。祠の格子の向こうで赤い点がしばらく揺れ、ゆっくりと沈むように消えていった。だが終わったわけではなかった。祠の鈴がチリンと最後に一つだけ鳴った。まるで場所だけは覚えたとでも言うように。祠の鈴が最後に鳴った音が森の奥へ吸い込まれるように消えた後、風が急に戻ってきた。さっきまで影が引きずられていた地面は何事もなかったかのように乾いていたんだ。友人は肩で息をしながら汗ばむ手の甲を押さえていた。影に触られていた部分、赤い線はすでに薄くなっていたが、皮膚の奥に何かが残っているようなざらついた違和感が見えた。俺たちはその場に立つこともできず、地面に手をつきながら後ずさった。祠から視線を離せなかった。森全体が祠の中心に向かって引っ張られていた時間がようやく解除されたようだった。木々の影も正常に戻り、虫の声が遠くで鳴き始めた。帰ろうぜ。友人の声はかすれていた。俺はうなずき、祠に背を向けた。背中を向けた瞬間だけ空気がかすかに重くなる。まるで祠の奥から視線が飛んできて、背中の位置を確かめているような、そんな感覚だった。森を抜けるまで何度も振り返りたい衝動に襲われた。だがあの格子の奥にある赤い点をもう一度見る勇気は俺にはなかった。やっと車まで戻った時、友人が急に膝をついた。手がまた赤くなってる。見ると薄くなっていたはずの赤い線が今度は指の形に沿って浮かび上がっていたんだ。まるで祠の奥のものがここだと印をつけたみたいだった。エンジンをかけて走り出すと、森の入り口にある古い看板がちらっと目に入った。祠の中を覗くな。その下に薄れて小さな読めない文字が残っていた。夜になって宿に着いた頃、友人が不意に黙り込み、手のひらを見つめた。だがそこにはもう線はなかった。完全に消えていたんだ。ただ消えたはずなのに、手の甲がずっと冷たいままだった。それが気になった。寝る前俺が洗面所で顔を洗っていると、鏡の端に何かが映った。
友人の手が鏡越しだけで赤い線を浮かべていたんだ。現実では何もない。鏡の中だけ赤い指の跡が鮮明だったんだ。友人の声が背後から聞こえた。おい、これ見えるか？ゆっくりと祠で見た赤い点の形へと近づいていった。その時宿の外から一つだけ鈴の音がした。あの祠の鈴と全く同じ音だった。俺たちはもうあの森から離れているはずなのに、どこかで場所を覚えられたような寒さが背骨にまとわりついた。あれは俺が団地の7階に住んでいた頃のことだ。夜勤帰りで疲れ切った深夜11時。階段を上がる気力がなく、俺は久しぶりにエレベーターを使った。古い団地のエレベーターはどの塔でも評判が悪かった。蛍光灯が弱く、エレベーターの中は非常に薄暗い。天井の角には黒いシミが広がり、鏡面はくすんで自分の顔すら輪郭しか映らなかった。7階のボタンを押して扉が開くと、エレベーターの中に人の気配が残っていた。人影はない。だが誰かが立っていた重さだけが床に残っている。電気がじわりと温まりきらない密室の空気がそこだけ深く沈んでいた。俺は嫌な感じだと思いながらも1階のボタンを押して扉を閉めた。エレベーターが動き出す。その瞬間、背後の鏡に黒い影が揺れた。映り込んだ影は俺のものではなかった。肩幅が広く、俺より一回り大きい体格。位置的に俺の真後ろに立っていなければ映らない高さに影があったんだ。振り向いたが、もちろん誰もいない。ただ湿った衣服の匂いだけがかすかに残っていたんだ。生乾きではない、もっと深い土に吸われたような重たい匂い。エレベーターは7階を離れ、6階、5階と降りていく。エレベーターの揺れがいつもより重く感じた。4階の手前でギーッとエレベーターの天井がわずかに沈んだ。まるで大人の重みが上から乗ったような沈み方だった。俺は固まったまま回数表示だけを見つめていた。冷たい汗が背中を伝い、呼吸の音すら邪魔に思えた。3階に近づくにつれて湿った匂いが強くなっていき、エレベーターの中にじわりと広がった。そして3階に着く瞬間、俺のすぐ左側で重たい息が落ちた。俺は反射的にそちらを見たが、もちろん誰もいない。ただ空間だけが不自然に沈んでいたんだ。扉が開いた。誰もいない3階の廊下。だが廊下の奥の角に水気のある足跡が一つだけ残っていた。それは大人の足跡だった。俺は慌てて閉めるボタンを押し、扉を閉じた。扉が閉まる瞬間、奥の角で大人の肩の高さの影がゆっくり揺れた気がした。3階で影を見たあの日からエレベーターを使うのが怖くなった。だが
団地の7階は想像以上にしんどい。遅番の帰り、俺はまたエレベーターの前に立ってしまった。予備ボタンを押すと、ガクッとエレベーターが途中で揺れたような振動が足元から伝わった。まるで誰かが途中の階で揺さぶったみたいな不自然な重みだった。数字はゆっくりと上がり、7階に到着。扉が開く。誰もいない。だがエレベーターの中は妙に暖かかった。深夜の団地はいつも冷える。なのにこのエレベーターの中だけ湿った温度が残っていた。さっきまで誰かが立っていたような温度だった。俺は恐る恐る中へ入り、1階のボタンを押した。扉が閉まる。静かになるはずのエレベーターの中で、スッと背後の空気がわずかに動いた。呼吸の気配。重い人間の息がすぐ耳の横をかすめたような感覚。振り向いたが、そこには空間しかない。だが鏡の中には、俺の肩の真後ろに何かの胸のあたりが映っていたんだ。顔は映らない。ただ胸の位置だけが俺より高い。大人の男くらいの高さ。俺が一歩下がると、影も一歩分だけついてきた。目をそらした途端、ギッと箱の天井がかすかに歪んだ。天井板が押されてたわんだような沈み方だった。上に人が乗った時と同じ強い負荷。4階を過ぎた頃だった。エレベーターの左上、天井と壁の隙間から水が一滴だけ落ちた。濡れた後は黒ずんだ円になって床に残った。水？雨なんて降っていない。天井裏にペットボトルでもあるのか？だがそんな理由で説明できるほどの量ではなかった。2滴目が落ちたとき、俺は気づいた。天井の影が落ちてきているんだ。人の影、しかも大人の体格。肩幅の広い影が天井の裏から箱の中へにじみ出てくるように見えた。俺は扉が開くのを待ってはいられなかった。開くを連打した。3回、扉が開いた瞬間、背後でずっと重い何かが床へ降り立つ気配がした。俺は振り向けなかった。振り向いたらそこに立っている。そんな確信だけが喉の奥を締め付けた。廊下に飛び出し、扉が閉まる直前、鏡の端に映った。俺の背後に濡れたスーツの男が立っていた。うつむいたまま、肩だけが異常に揺れていた。扉が閉まり、箱は無人のまま下へ降りていった。ただ、誰も乗っていないのに、床に大きな足跡がべったり残っているのが見えた。それは濡れた革靴の跡だった。俺はエレベーターで濡れたスーツの男を見てしまった日から毎日階段を使うようにしていた。だが7階の上り下りは現実的ではない。どうしても避けきれない夜が来た。深夜、仕事帰りの重い足で俺はまたエレベーターの前へと立ってしまった。予備ボタンを押す。だが来ない。表示は3で止まったまま。あの男が立っていた階だ。
あの濡れた足跡が残っていたかい。胸の奥がじわじわと締まっていく。数十秒後、ようやく数字が動き出す。4回、5回、6回。エレベーターはゆっくりと7階へ向かう。そして扉が開く。エレベーターの床が濡れていた。誰かが数秒前までずっと立っていたような濡れ方だった。そしてちょうど革靴の形に沿って。もう後戻りはできなかった。俺は息を止めたままエレベーターへと足を踏み入れた。扉が閉まり、下降が始まる。7階、6階、5階。いつもより揺れが重い。まるで目に見えない誰かが一緒に乗っているかのような負荷だった。4階に差し掛かった時、背後でスッと布が擦れる音がした。振り向けない。鏡を見る勇気すら俺にはなかった。代わりに喉の奥で息の重さが分かった。近い。息を吸うたびに湿った空気が背中に当たる。3階に着く瞬間、照明がバチッと死んだ。真っ暗。そして息が止まる。心臓の音だけがエレベーターの壁に跳ね返る。暗闇の中、俺の左耳のすぐ横で大人の男の呼吸が落ちてきた。深く、乾いて、力のない息。返せ。低い声だった。直接聞こえたわけではない。エレベーターの空気が震えただけのような、そんな声だった。返せ。何を？だがその答えはすぐに分かった。俺の足元に濡れた名札が落ちていた。団地の管理員が胸につけるタイプの名札。写真は消えていたが、名前だけは読み取れた。それはこの団地で数年前にエレベーター内で亡くなった男性の名だった。顔を上げる。真っ暗なエレベーターの中、男は俺のすぐ後ろに立っていた。そして照明が一瞬だけついた。濡れたスーツ、首のあたりから土のような泥が垂れ、顔はうつむいたまま髪だけがゆっくり揺れている。男は腕を伸ばし、俺の肩に触れようとしていた。その手は白く、ふやけ、爪だけ黒く変色していた。返せ。返せ。声がエレベーター中に響いた。名札を拾った俺が、まるで持ち主と認識されたように。エレベーターが3階に到着し、扉が開いた瞬間、俺は名札を廊下へ投げ、転がるように外へ飛び出した。扉が閉まる刹那、男は名札を拾うように、ゆっくりと手を伸ばし、そのままエレベーターの奥へ沈むように消えていった。エレベーターは1階へ向かいながら照明を点滅させ続けた。そして翌日管理会社に聞いたところ、名札の人物はエレベーター内で倒れて帰らぬ人になった元管理員だったという。名札だけ見つからず、以来エレベーターが勝手に3階へ止まるようになったらしい。名札の持ち主はずっと自分の身元を探していた。そして今も遅い時間に乗る誰かの背後で静かに立っている。